んにちは、佐藤です。アメリカの学校の冬休みを利用して日本に一時帰国をしてきました。東京のキッザニアには今まで2回行ったことがあるのですが、今回は初めて福岡のキッザニアに遊びに行ってきました。初めてキッザニアに行くという方や、別のキッザニアには行ったことがあるけれど福岡に行くのは初めてという方に向けて、東京との違いなども比較しています。ぜひ最後までご覧ください。北立体駐車場から出発します。この時はですね、今のところ誰もいなくて、息子と両親は車で待機していました。ちなみに平日は駐車料金は無料です。この時点でもね、まだ東京にいるような人だかりが全然見えなかったので、列はあるけれども違うかなと思って一旦通り過ぎています。いやでもやっぱりこのまま進んでも誰もいないなと思って、引き返しています。このキッザニアって書かれた橋の下がその列です。平日の朝7時半に並んだ結果、はい、まさかの先頭でございました。平日だったからかなと思います。さっきちなみに並んでいた方々は2部の方々でした。はい、時間になりましたが、私一人だけでした。スタッフの方に地図を渡されるので一人で向かいます。いやー、人がいなさすぎてかなり戸惑います。ただね、一本道でこっちに行けばいいなっていうのがすぐにわかるので、迷うことは基本ないと思います。この右側のターミナルって書いてあるお店がキッザニアのお店で、これが見えてくると右に曲がればもうすぐね、目の前がキッザニアになります。はい、朝日が眩しいですね。ちなみにこのキッザニアの目の前の道の奥にガンダムが見えます。余談ですが、このガンダムすごく迫力があるので、ぜひ帰りにでもね、ご覧いただければと思います。息子と両親と合流しました。私なんと優先入場ダイヤモンドを購入していたんですが、平日はいらないかもしれないですね。ちなみに私2番目だったんですが、1番目の方も東京から来ている方で、こんなに人少ないんですねってびっくりされていました。はい、まだガラガラです。まだ時間に余裕があったので、今日行きたいところを息子と一緒に確認しています。入り口どこ？入り口、いよいよ入場時間になりました。ウッキウキで進んでいます。2階に行こうか。いいね。入ってすぐね、うろうろしてしまったので、ガイドの方に最初の目的地まで案内していただきました。では早速お仕事の予約方法の説明に入ります。お仕事の予約は子どもが自分で行わなければいけません。子どもの体験中に親が別の体験を予約してあげようと思ってもそれはできないです。また一つ予約をすると、そのお仕事が終わるまで次の予約をすることはできません。これただし予約した時間までに終わるお仕事は体験できるということなので、これちょっと分かりにくいので、もう少し詳しく説明していきます。息子の実際のお仕事体験シートをご覧ください。ご覧いただいて分かる通り、この10時50分にピザショップを予約していますが、その後に9時30分と10時15分2つのお仕事の体験を行っています。これはこの10時50分の仕事が始まる前に、この9時30分と10時15分から始まるお仕事が終わるんですね。なのでこの2つのお仕事を予約なしでウォークインという形で参加した後に、2番目に予約した体験に参加したと
いうことになります。難しい。はい、では東京と福岡のキッザニアの違いについて見ていきます。東京は広さ6000平方メートルなのに対して福岡は4000平方メートルとコンパクトな作りですね。またお仕事の数も東京が100種類ぐらいあるのに対して福岡は70種類ぐらいとなっています。ただこのお仕事の数というのは必ずしも体験したお仕事数には比例しないと思っています。東京は休日なんですがだいたい5個ぐらいしか体験できなかったのに対して福岡では7個も体験しました。しかも福岡では1つ1時間ぐらいの長さのお仕事を体験したので実質8個ぐらいは体験したんじゃないかなと思います。次に子どもや親同士の交流についてです。東京ではねほとんど被らないので、一回行ってまたもうさようならっていう感じなんですけれども、福岡の方は何度かね人数が少なかったせいか被ることがあったんですね。なのでその時に顔見知りになったりして親同士とか子ども同士で情報交換したり一緒にダンスしたりとかそういう感じのちょっと楽しい空気が流れていました。ただこれはね九州の人が結構スーパーとかでもすぐお互いに話すみたいな陽気な、性格が出ているからかもなと思いました。でもどっちにしてもねどっちもすごく楽しかったです。ではお仕事体験シートを見ながら実際に息子がどんな体験を一日でしたのかご説明していきます。まず朝一番初めに8時50分から寿司屋に、並びました。そしてこの体験をした後に大人気だったピザショップのね、予約に向かいました。もうこの時点で10時50分の回の予約になりました。で、この10時50分までまだ時間があったので、第2希望群に入っていたメガネショップ、それから、マジックスタジオ、この2つを体験してきました。この2つの体験が終わった時点で確か10時45分くらいだったので、ピザショップに急いで戻ってピザショップの体験を行いました。そしてですね、その後、宇宙訓練、宇宙飛行士の体験の予約を入れました。でですね、この後、11時40分からですね、急いでミルクハウス、これはおやつをね、食べたいという話だったので、このミルクハウスの体験をして、で、その後、宇宙飛行士の体験に戻って、で、またね、食品関係続くんですが、ソーセージの工房にも行きたいということだったので、ソーセージ工場の体験もしたいということだったので、最後にソーセージ工場の体験をしました。でこの宇宙飛行士の体験が1時間あったので、ここね、この1時35分の回で最後になってしまったんですけれども、もしこれが30分ぐらいで終わる体験だったら、これともう一つぐらいね、もしかしたらできたかなと思います。では早速、実際の映像をご覧ください。はい、ではまず福岡限定で息子が絶対やりたいと言っていたお寿司屋さんに来ました。しっかり手をまず洗います。今回ははま寿司さんでした。握り方を教えていただいています。なかなか様になってるんじゃないでしょうか。そのネタはわかんないけど。失敗もご愛嬌ですね。写真撮影もしっかりしてもらいました。写真は有料で購入できます。それからお給料をいただいて、あとこちらではお寿司もお土産にもらえます。2時間以内に食べましょう。
次も息子が行きたいと言っていたメガネショップです。こちらではサングラスを作ることになります。まずはじめにそれぞれの顔の形に似合うメガネは何かというレクチャーを受けています。それから実際に自分の顔に似合うメガネの形はどれかなと確認していますね。この後メガネのフレームカラーを選んで、それから中のねメガネのグラスの色も選んで、組み立てたメガネをお土産としていただけます。次はあまり人気がなさそうでしたが、かなりおすすめのマジックスタジオです。息子もかなり楽しみにしていました。ね、できるかな。はい、これは先に10分間練習タイムがあるので、その間親はね自由にすることができます。この後ネタバレがあるので、見たくない人はスキップしてください。ようこそマジックスタジオへ。お一人ずつカードをお渡しします。カードを受け取ったら下の方をギュッと持ってお客様に数字を見せて待っていてください。カードマジックを披露します。真ん中のカードを覚えてください。2、3、4のカードをそれぞれ1枚ずつ持っています。お客様、真ん中のカード何という数字ですか3のありがとうございます。真ん中のカードを引きます。真ん中のカードを写真シートにお願いします。お客様、真ん中のカード何という数字だったでしょうか。 3 3です。ありがとうございます。ではマジシャン、今からこの3のカードにせーの。3、2、1、マジック。今の顔がかかりました。ではマジシャン、3のカードに描いてみましょう。お、なんと3のカードキングに変わっています。マジック大成功です。拍手をお願いします。次はみんな大好きピザショップです。今回は担当者の方が英語で説明しています。英語でも子どもたちはなんとなく雰囲気で分かっているようで、そんなに英語だからどうしても苦手っていう子以外は参加しても大丈夫なんじゃないかなと思いました。ピザはピザーラさんの提供で3種類のピザから選ぶことができます。息子は何を選んだんでしょうか。早速開けてみました。美味しそうなのができています。ちょうどお昼の時間だったので、これをみんなでいただくことにしました。出来たて熱々でとっても美味しかったです。いただいています。美味しい。美味しいね。ピザを食べた後は何かおやつが食べたいということでミルクショップに参加しました。こちらは森永乳業さんの提供ですね。こちらのミルクショップは確か同じものだったと思うんですけれども、東京のキッザニアにもありました。それよりもだいぶコンパクトだったんですが、福岡の方が保護者が見える窓からすぐ目の前で作業をしてくれたので見やすかったかなという印象があります。作った後は食品開発者の仕事なので、しっかり写真に収めてどんなものを作ったのかっていうのを紙に書いていきます。冬がテーマのスイーツ、美味しそうなものができました。続いては楽しみにしていた宇宙飛行士です。ちっちゃいやついけるんじゃない？ちっちゃいやつ。まずはじめに宇宙飛行士の仕事について説明を受けているのかなと思います。こういう時しっかり集中力があるのですごいなといつも思います。いざミッション開始です。これからは別室に移るので
行動はほとんどモニター越しに見ることになります。今回の体験は3人中2人が宇宙飛行士で1人が管制塔の指令室なのかなと思います。どうだろう。1時間あるので親は少しコーヒーブレイクを取ることにしました。続いても食品関係で日本ハムさんの食品工場です。いってらっしゃい。まずはじめにハムやソーセージについておそらく学んでいるみたいです。福岡キッザニアは東京よりも各ブースが少し狭いので、その分親が近いところで子どもの体験を見学することができます。ソーセージが作られる様子は親が見ても面白いです。うわ、すごい。小さいながらにみんな真剣に聞いています。最後は、空気を入れているんですかね。密閉しているみたいです。こちらでもね、オキエリアと一緒にソーセージをいただきました。ありがとうございます。言った？見して見して。やったね。ソーセージ見して。22つね。ありがとうございました。熱々で食べると美味しいですよね。自分で作ったから美味しいだ。自分で作ったら何でも美味しいよね。はい、では体験の最後に銀行に預け入れにやってきました。もし初めてという方は空き時間に銀行口座を開きに来ると思います。もちろん子供だけで開かなくてはいけません。東京は三井住友銀行ですが、福岡は福岡銀行です。銀行が違っていてもね、問題なく預け入れができますので、そこはご安心ください。今日一番面白いの何だった？ピッツァ、寿司と、宇宙飛行ほう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 。ではまず低学年におすすめの体験です。まず体を動かすお仕事です。これはね、もうイメージですぐわかると思いますが、小さい子はやっぱり頭を使うよりも消防士だったりですとか、黒猫山田さんの配達員のお仕事ですね。制服を着て実際にキッザニアの中を歩き回って配達すると、こういったお仕事の方が分かりやすいかなと思います。次は食べ物関連です。キッザニアの食品系のもののブースでは自分で作ったものがもらえる体験が多いです。キッザニアでは基本的に食べ物の持ち込みが禁止されていますので、作ったものをね、お昼やおやつに食べるっていうことがおすすめです。ただしやっぱり人気があるので競争率は高めです。続いて高学年におすすめの体験です。まずはじめに時間が長めのお仕事。これはね、単純に1時間超えの体験っていうのは、頭を使うのでやりがいがあるかなと思います。ただし幼稚園生も体験している姿を見かけたので、全年齢楽しめるかなと思います。続いては最先端の技術を紹介しているエリアです。こことこの後にご紹介する2つは福岡限定のエリアだそうですよ。小学生高学年ぐらいですかね。そうですね、対象年齢は3歳から3歳。そうですね。すごい。こちらも災害時における建築物とかにどういったダメージが及ぶのかっていうのをシミュレーションっていう新しい技術を使ってですね、地震、津波とか台風、竜巻とかいろいろなものを選んでいただいて実験をしていただくお仕事になります。あとその他として個人的にはこういったペンを作るようなね体験も面白いんじゃないかなと思いました。修学旅行生とかがねお揃いで作ったりするっていうのも人気だそうですよ。続いて幼児向けのエリアです。
こちらの幼児向けのエリアも東京にはない福岡限定のエリアです。こちらね、午前中誰もまだいらっしゃらなかったので、ゆっくりできるかなと思いました。少し年齢の高い幼児さんから本当にハイハイをするような、赤ちゃんだったりだとかも、ゆっくり遊べるスペースなのではないかなと思いました。はい、では最後に初めて行く方へのアドバイスです。まず一番初めにアプリはインストールしていきましょう。これが実際のアプリの映像です。私はね、息子の体験時間とか空き時間にずっとこうやってスマホを見ながら、次何のお仕事が行けるかな、空いてるかなっていうのを確認していました。これ慣れるとなかなか使いやすいんですが、かなり電池を食うので、携帯電話の電池がなくなった方にはね、こういうスマホ充電レンタルのご活用をお勧めします。2階にも1階にも、充電のエリアがありました。もし万一、アプリのインストールを忘れてしまったという方は、こういったサイネージが園内にあるので、これを確認することをお勧めします。続いて2つ目が、親も適度にリラックスするということです。親もね、見ているだけとはいえだんだん疲れてくるので、適度にね、こういったコーヒーブレイクを入れたりだとか、ちょっと、お休みするということもね、いいかなと思います。ここはね、ラウンジコーヒーエリアって書いてあるんですけれども、実際にあるのはこういうコーヒーの自販機でございました。私も親もそんなにコーヒーの味にうるさくはないので、今ね、こうやって買って両親に差し入れを持って行ってます。続いて、食べ物の持ち込みは禁止ということは覚えておきましょう。基本的にキッザニア、持ち込みは幼児のものを除いて禁止かと思います。子供に食品関係の体験をしてもらうか、うどん屋さんやピザーラで食べましょう。最後にね、すごく大事なことがあります。それは絶対やりたい仕事は2つぐらいまでに絞りましょうということです。特に週末や夏休み、混んでいる時間に行く予定の方へのアドバイスです。絶対子供がやりたいっていうものは1つか2つくらいに絞っておいた方がいいかと思います。特に人気のあるお仕事はたくさんやりたいものがあると、できなかった時にね、悲しい気持ちになります。今回はたまたま両方できたんですが、ピザや寿司、これはね、2つできることってあんまりないんじゃないかなと思います。朝一でね、予約が埋まってしまうということもあるそうなので、絶対これっていうものがあったら、まず一番初めに朝一でね、それを体験して、それ以外は2軍というか、ふんわりやってもいいかなというふうに確保しておいて、時間を見ながら埋めていくっていう方がいいかなと思いました。はい、というわけで福岡キッザニアの体験でした。皆さんいかがだったでしょうか。ぜひ今後の参考にしていただけたら幸いです。気に入っていただいた方はいいねボタンやチャンネル登録をいただけるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。またね。